命は比類なき美を育む。でもよく病で揺れてしまうもの。願いを叶えるために彼女は新たな旅に出た。彼女は難病と戦い、疫病に抗う。聖者の病を清め、その歩みを守るんだ。世界の星の加護を受けたゼーレは、手にした大釜で三段攻撃を仕掛けられるの。必殺技では、創世の力でつぼみをほころばせ、敵に終わりを告げる。それだけじゃなくて、チームメンバーの元素、物理耐性貫通も挙げられるよ。通常攻撃、QTE、分岐攻撃を命中させると、ゼーレの KP、羽集めが回復するの。回復した KP を使うと、三段武器スキルを順番に放てるんだ。攻撃ボタン長押しで、分岐攻撃、羽落としが発動。縮獣 KP0 時に4段目が命中、または QTE で満開の羽を得ると、次の分岐攻撃が羽落とし、追雲になるの。KP が回復し、敵の麻痺蓄積値がアップ。さらに特定の条件を満たすと、分岐攻撃が強化されて、羽落とし、災禍になるんだ。浄化のしぶき、羽落とし、追雲、羽落とし、災禍が敵に命中したとき、HP を臨界指数まで減らせるの。その敵にまだ臨界指数が残ってたら、追加でもう一回効果を発生させられるんだ。成形状態中の敵に攻撃して HP 上限を減らすと HP にも同じダメージを与えられるよ。ゼーレがリーダー、またはリーダーが量子タイプのキャラの場合、量子タイプの敵はゼーレから受ける雷全ダメージが上がってリーダーの武器スキル分岐攻撃が命中すると敵の重ね合わせが破壊されるの。世界の星有効時、ゼーレがいるチームはサチュレート状態に入れるよ。過剰リング EP が10以上になったら羽落とし災禍を放ち全時空断裂を発生させて疎開の羽を残そう。縮獣 KP を消費して共鳴攻撃を放てるよ。バースト状態に入ると海域共鳴の印疎開の羽が生まれるの。疎開の羽は味方の海域共鳴の印を飲み共鳴攻撃を複数放つんだ。バースト中に必殺技を放つとバースト状態が終了しリング EP が回復するよ。リング膠着を消費またはリーダーでアストラルチャージ中初めて QTE 出場すると浄化の霊雨を得るの。そして攻撃が命中または極限回避に成功するとカウントが減ってリング EP が回復するんだ。世界の星もしくは運命の輪有効時必殺技を発動またはサチュレート状態やバースト状態に入るとチームメンバーの元素物理耐性貫通がアップ。実戦では QTE で出場分岐攻撃羽落とし追雲で KP を貯めて武器スキルを連続発動してその後はサチュレート状態で羽落とし災禍共鳴攻撃へとつなげるの。バースト発動後通常攻撃連打で共鳴攻撃を放ちチームメンバーに切り替えて最後は QTE 出場羽落とし災禍と三段武器スキル後に必殺技を発動。舞う羽つぼみがほころぶ中命を新たに導こう。古の楽園では聖願条例暗部の祝福かな。アストラルチャージ中ボタン長押しで共鳴体を残し通常攻撃3段目連打で共鳴攻撃を放つ。縮獣 KP を使い切ったら通常攻撃4段目につなげ縮獣 KP を貯めよう。これを繰り返して最後に必殺技を繰り出すんだ。もし慈愛条例暗部の祝福ならバースト中に共鳴攻撃を発動し分岐攻撃につなげると縮獣 KP を全回復できるよ。さっきみたいに必殺技でフィニッシュしよう。あと深淵条例暗部の祝福ならアストラルバースト共鳴攻撃必殺技の流れを繰り返し敵に大ダメージを与えよう。どんなに守りの旅路が長くても
彼女は諦めたりしない。世界を良くする、その願いと責任のため、彼女は歩き続けるんだ。